様こんにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。本日はディオールのコンシーラー、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーとクレドポーボーテのコンシーラーコレクチュールビサージュ N を比較検証してみようと思います。ディオールはリニューアル前のモデルになります。他に使うアイテムはこちら、ラロッシュポゼの日焼け止め下地トーンアップ UV イデア XL プロテクショントーンアップのクリアと資生堂のファンデーションブラシハス筆です。こちらリニューアル前のものです。リニューアル後のものはカバー力は変わらず保湿力がアップしたそうです。スティックタイプですが保湿効果が高く目の下にも使えるそうです。今回は顔を左右半分ずつに分けてそれぞれコンシーラーを塗って比較してみます。スキンケアをして日焼け止めを塗った状態です。日焼け止めはラロッシュポゼのトーンアップ UV イデア XL プロテクショントーンアップのクリアです。少しトーンアップ効果のある日焼け止めです。カバー力はあまりありません。私の年齢は48歳です。肌の色味は標準よりやや少し明るめです。皮膚が薄く、キメが細かい肌質になります。私は右側の顔、皆さんから向かって左側の顔の方がシミの量が多くて濃いです。それでは実際にシミをカバーしていきたいと思います。まずはディオールのコンシーラーを左側に塗ります。お色は 1N です。今回も YouTuber のヘアメイク職人バケコさんの方法でやってみます。チップについた余分なコンシーラーを削ぎ落として肌に薄く塗っていきます。私はシミの範囲が広いのでディオールのチップは大きくて塗りやすいです。コンシーラーを塗った上からブラシでトントンとなじませる方法です。軽く優しいタッチでこすらないようにトントンとなじませていきます。こちらのコンシーラーはぽっくりとしたファンデーションのような質感ですごく伸びが良いです。1回塗りの状態です。何も塗っていない方はこんな感じです。私のシミは濃くて1回では隠れないのでもう1回重ねます。2回塗りした状態です。シミがうっすら薄紫に透けているような感じがします。でもかなりツヤがあって綺麗な仕上がりです。反対側にクレドポーのコンシーラーを塗ります。こちらはこのままスティックから直接肌に塗ります。同じ方法でブラシでぼかします。こちらのコンシーラーはしっかり固めのテクスチャーでその場にピタッととどまるような感じです。ディオールと比べるとぼかすのが少し大変です。1回塗りの状態です。スティックから直接塗ったのでコンシーラーの量が多いせいかディオールよりも1回でカバーされているような気はします。こちらももう1回重ねます。
はい、完成しました。引きで見るとこんな感じです。近づいてみるとこんな感じです。両方とも少しシミが浮き出て見えていますが、厚塗り感がなく自然でナチュラルな仕上がりです。こちらかなりテクスチャーが違うので、反顔検証したらだいぶ差が出るかなと思ったんですけれども、意外と差がありません。色味も非常によく似ていて、ツヤの感じもよく似ています。マットではなく少しツヤっとする肌に仕上がっています。カバー力に関しても似ていると思いました。こちら単体でそれぞれ使った時はクレド4の方がカバー力が上かなという気がしました。もしかしたらこちらのシミの方が量が多くて濃いのに同じぐらいに見えるっていうことは、クレド4の方がカバー力は少し高めなのかもしれません。時間が経ったら何か違いが出るかもしれません。少し時間を置いて検証してみようと思います。だいたい3時間が経過しました。クーラーが効いた涼しい部屋で家事をして過ごしていました。塗った直後よりも肌に馴染んでツヤが出てきたような感じがします。しかしほんの少しですがシミが浮き出てきたかもしれません。ディオールもクレド4も時間が経ってからの変化にあまり差はないように感じます。引きで見るとこんな感じです。近づいてみるとこんな感じです。自分の肌に馴染んで綺麗なツヤが出ているように見えます。自然光のみで撮影しているので、光の加減によって少し見え方が違うかもしれません。はい、だいたい8時間が経過しました。8時間のうちほとんどは涼しい室内で過ごしていました。1時間半ぐらい外に散歩と買い物に出かけました。外の気温は iPhone の気温計で31度となっていました。ほんのり汗をかきました。特に肌には触れずお直しもしていません。引きで見るとこんな感じです。よりで見るとこんな感じです。全体的にメイクが少し薄くなっているような気がします。つけたてと比べると
少しシミが浮き出てきているようです。ほんのりシミが浮き出てきています。コンシーラーをつけた部分が少しオレンジ味が強くなる感じも、クレドポーもディオールもすごく似たような感じでした。笑った時にできる目尻の小じわ、こういう小じわですね。ここのところに溜まっているのはクレドポーの方が多いような感じがします。ディオールの方はあまり溜まっているような感じはしません。ただこちらのディオールのコンシーラーは鼻の付け根のあたり上手にぼかしていなかったのか、少しよれた感じがしています。時間経過後の様子を比較してみましたが、両方とも大きな差は感じられませんでした。両方とも全く違うテクスチャーだったのに、仕上がりも時間経過もよく似ているというのが驚きでした。どちらが好みかと聞かれても、正直どちらでもいいかなっていう感じがします。ディオールのコンシーラーはとても滑らかで伸びが良いテクスチャーで、ブラシで簡単にぼかすことができました。時間がかからないので、さっとお化粧をしたい日常使いにはディオールがいいかなと思いました。一方でクレドポーは塗った瞬間、肌にピタッと密着してくれるような感じがあります。それゆえにブラシではぼかしにくく、少し時間がかかりました。でもピタッと密着してくれる分、よれにくいのかなという感じがしました。安心感があるので、お出かけの時にはクレドポーを使いたいかなと思います。ディオールとクレドポーのコンシーラー比較検証、いかがだったでしょうか。あくまでも私の肌での実験結果ですので、参考程度にご覧いただけると嬉しいです。私はあまりコンシーラーを持っていないので、何かおすすめがあればお教えいただけると助かります。チャンネル登録をしていただけると励みになります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。